今日はちょっと準備段階なんで、はい、一応撮影はしてるけども、はい、なんかひょっとしたら切り取って2、3分のところだけ使うかもしれないんだけど、はい、ということで。わかりました。よろしくお願いします。でね、なんかあれですか？なんかそうそう、とりあえずね、事前になんかまとめとかないとね、自分なりによく分かんなくなるんでね。はい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 。まあとりあえずね、すごい。おお。かっこいいですね。なんか英語がいっぱいありますね。そうそう。それで今回ね、はい、もうどうせだからね、マルチリンガル形式でもう最初からやっちゃおうと思ってるのね。でだからまだ何も作ってないんだけど、いろいろね YouTube の動画を見たら、はい、そういう系のやり方をいろいろ説明してるところがあってさ、だから最初からねどうもね英語でやるという設定でやっといた方が、まあ、英語だと世界共通語になるじゃない、だから英語をフランス語にするっていうのは意外と簡単なわけで、だから、英語のバージョンで日本語で喋ってますという体でやると、まあ、日本の人にはねその日本の番組のように見えると。ただその英語のバージョンも、それは英語のバージョンで作ってるから普通にできるということらしくてさ、で YouTube もなんか自動的になんかやってくれるのかな。今なんか AI がすごいですよね。字幕とかもねどんどんなんかレベルアップしてるらしいですね。で意外となんかそれなりにね分かるレベルになってるからさ、すごいですね。確かに、そういうふうにしとくと、日本の状況がまあ見る人はいないかもしれないんだけど、なんかね、特にだから中国とか韓国がその近いからそういうことはあり得るかもしれないんだけど、人たちに少し伝わって、なんかそういう意味の多分ね福祉のことは共通の課題なんだよね。で今ね日本が高齢化ナンバーワンでこう世界のトップランナーなんで、みんな世界中がこう注目してるという状況なんで、それがある程度のこうなんかね、多山の石になるという話にかなとは思うんだけどね。で一応ね、今の我々の状況が、まあ要するにバブルが崩壊して30年間こうねリセッションが続いて、でコロナでね、ちょっと僕の個人的な認識ではね、こうなってるということで、まあボロボロ崩壊の過程に進んでいて、まあだから今の円安がもうもろにそうなんだけどさ、だからねちょっと最悪の事態はねなんかそういう円の切り下げっていうかさ、なんか借金が1000兆円だったのがいつの間にか1200兆円になっちゃったしてるんで、ちょっと経済状況はね本当に最悪な状況だと思うんだよ。でそれに伴って我々の生活も引きずられていくから、まあ物価がどんどん上がるし、なんかキャベツが1000円とかいう話が聞いたもんね。そうするとやっぱり生活できないともいろんなところにね歪みが出てきちゃうということになるんじゃないかなと思うんだけど、そういう厳しい状況でも生きていかなきゃいけない。確かに生きていかなきゃいけないですね。おっしゃる通り。いうので、だから福祉っていうのがね昔風のその高齢者を元気な人が助けましょうみたいなモードではもういかなくなってるっていうのがちょっと個人的な認識なんだけどね。だからもうもう社会全体を福祉の対象にしないといけないと。で若い働く人もそうだし子どもたちもそうだしねいう認識がありましてまあそれをちょっと宮原さんが、どういうふうに感じるかっていうのも聞きながらこうやっていきたいということなんですけど。なるほど。まあだからそのね
宮原さん直接現場を抱えてるからさ、はい、そういうところからの発想っていうのはやっぱりあるよね。で僕なんかも管理決めとかねいろいろやって現場のところのあれもあるんで、それをやっぱりちょっとこう現場を解決しながら、なおかつねこうなんか福祉を考えていきたいということで、根っこはやっぱりね現場にないといけないと思うんだけどね、そういうことで考えているんですが。なるほど。いやすごいですね、いいですね。はい、でね、当面進め方としてはね、一応対話編というのがあって、これね今まさにこう、宮原さんとやってるのがそうね。でこれは思いついたことをどんどんやっていくというフリートークでいいと思うんだけどね、そこからねちょっと僕としては課題を抽出しながら深めていく方向を見つけたいということですね。あとはね、それをちょっとまとめて、ちょっと一つのテーマでちょっとがっちりとしたこう理論付けするっていうかね、データに基づいた話ができるようにしたいので、これはちょっとこう時間をかけてやるということで、それからね、あと対話編の中で出てきたいろんなことで、どっかに出かけてって何かやるっていうテーマがあったら、それはそれでちょっと積極的にやりたいなと思うんで、あるいはその2人だけじゃなくて他の人を呼んだりね、いうのもしたいなとは思うんですが、はい、という感じですね。いいと思います。はい。そうやっぱね、本当初めていろいろやっていくので、とりあえずなんかスタートしてみるってすごい大事だと思いますし、すごいいいと思います。はい。ということで、だからタイトルをねウェルビーイングってしたんだけど、これは、普通は福祉っていう意味じゃないんだけど、もっと広いねより良い生き方、そうですね、なんかそんな感じですよね。で福祉はね普通はねウェルフェア、ウェルフェアですね。そうですね。なんだけど、ウェルフェアからウェルビーイングへということにしないといけないという感じなんだけど。すごいですね、いいですね。よくそういうねこうアイディアが出てきますよね。すごいなと思う。本当に。そういうことで一応ねG メールのアカウントは取ったのね。で YouTube はまだ全く手つかずという状態なんだけど、さっき言ったように英語バージョンを基本にちょっとトライしてみると。英語バージョンってすごいですね。だから今日本語で喋ってるじゃん。これを一応ね録音してるんだけどね、それを翻訳することはできるんだけど、翻訳ソフトみたいなあれですか？そうちょっと待って。なんかこういうのもありますもんね、ソフトじゃなくてこうポケトークみたいな、喋ったことを訳してくれるやつ。それをね一応ちょっと今日喋りながら設定しておきたいなと思って。もう喋りながら翻訳してくれるんですか？そうどれだかな。すごい。そんなでこういうソフトがいっぱい出てると思うのでと、トークを始めるかな。これでタップして話すと日本語、とりあえず日本語と英語。これ無料のソフトなんですか？これ無料。すごいね。それであれ英語で出ちゃったな。英語で出てしまいましたが、日本語も入ってるのかな。入ってるかもしれないな。ちょっとねこれねもうリアルタイムで10人ぐらいね認識する。日本語入ってます。入ってる。入ってる。10人ぐらいのすごっ声を録音識別できるという話なのね。ごめんなさい。ですごいちゃんとそれをね、終わったらねパソコンにそのテキストデータを取り込んで、で編集に使うというのができるはずなのね。で YouTube の方でその英語のテキストがあるともうあとフランス語とかドイツ語とかね
アラビアとか何でも多分うまくできるそうなんで、それをちょっとやってみようと。へえ、すごい。これも試験的ね。はいはいはい、いいんじゃないですか。はい。でそういうので、しばらくはちょっとね、その YouTube チャンネルができたら宮原さんとちょっと共有しながら見てもらいながら、はい、いろいろ訂正していきたいなと、いう感じですね。はい、はい。でね、裏側、それで本来ね、こういう福祉とかそういう話をするんだったら、もう地元にちょっとの人と地元に行けよという話になるんで、それは確かにそうで、2人ともそういうつもりでね、現場を抱えてやってるんだけどそれだけだとね、なんか伝わらない人たちがやっぱり地域にも大勢いて、どうしてもこうコネクションが取れないという一軍の人たちがやっぱりいて、そういう人たちがだんだん増えてるなってちょっと印象があるのね。で、そういう人たちはちょっとどうやってもダメなんで、いくつかのチャンネルをこう増やしていくということで、特にこの YouTube は若い人向けにはなるんじゃないかなとは思うんだけど、要するにネットで上げて、ネットで見てもらおうというなんで、衛星中継みたいなもんだよね。だから本当はこうやりたいんだけど、こうできないので、ネットを見てる人にこう上げてこう見てもらうというような発想でちょっと YouTube も考えてみたいと、いうことでね。であとね、そうするとね、ここが我々の地域だとすると、こう上げてこうするんだったら、こう上げてこうでも別にいいわけね。でこっちも同じ問題を抱えてるんであれば、それはそれでそういう人たちとつながれればいいかなというのがあるんで、ちょっと YouTube はね、僕自身はコロナを契機にそういうことにちょっとだんだん認識を改めたんだけど、動画でねいろいろ見てもらうっていうことが意外とね大事だなっていう感じを、すごいしてるんで、それが一つのこう、資産になったりするんで、それを通してちょっとこう一つのチャンネルとしてねやっていきたいなという感じだね。In this day and age, I think it's best to act promptly once you notice something. If I were to say, it's important to take action right away without overthinking. However, it's crucial to have the ability to immediately sense if something is wrong. And when you realize you've made a mistake, it's best to correct your course immediately. By doing so, I believe we can finally keep up with the times. In this era of incredibly rapid change, where Japan's framework is inevitably shifting, I think such a mindset is especially important. Even on this channel, I want to keep this in mind. If there's something I feel motivated to do, even if it seems wrong at first glance, I want to try it without hesitation. And if it truly turns out to be wrong, I want to embrace a flexible approach of correcting course right away, or persisting in finding the right way. Thank you for listening. I'll try my best.